一枚の絵から自由自在にアニメーションを作る、そんなことができたら面白いと思いませんか？今回はイラストを描くところからキャラクターに命を吹き込んで作品として完成させるとこまで、その全工程をお見せします。ということで、どうもです。クラゲトミと言います。普段は作品作りをしたり配信をしたりしています。今回の動画はデザインの試行錯誤から数式やコードを使ったちょっとマニアックな話までかなり幅広い内容になっています。自分の個性がたくさん詰まった作品になったので、ぜひその制作過程も楽しんでもらえたら嬉しいです。それではまずこの作品が生まれたきっかけから見ていきましょう。一番最初のきっかけはチャンネルさんという作家さんです。この方はメズマライザー、ザコ、最近だと今すぐ輪廻など独特な絵柄を生かした素晴らしいボカロ MV を手掛けてらっしゃいます。イラストから動画まで全て一人で手掛けているようで、表現方法もさることながら MV としての演出や仕掛けのセンスも抜群で大好きな作家さんの一人です。ここで少しアニメーションの技法について説明しますね。キャラクターアニメーションには大きく分けて2つの手法があります。1つ目は作画アニメーション。一コマ一コマ全てを書き起こす、いわゆる普通のアニメの作り方です。もう一つはカットアウトアニメーション。チャンネルさんが使っているのがこの手法で、1枚の絵をパーツごとに分解して動かす方法です。例えるなら紙の人形劇や関節が動くフィギュアみたいな感じです。手法としてはどちらも新しいものではなく、僕もカットアウトアニメーションの経験はあったのですが、今まで作ったものはかなり簡易的で、かつイラストから自分で描いたものはなかったので、チャンネルさんの影響を受けて今回はそれをかなり発展させた形にチャレンジしています。そして今回インスピレーションを受けたのはチャンネルさんだけではありません。海外アニメのパワーパフガールズ、語学アプリデュオリンゴ、そして初期のスーパーマリオシリーズ。今回は主にこれらのアニメーションやキャラクターデザインに影響を受けて作品の制作が始まりました。それではまずイラストから始めます。今回のテーマは自分自身、クラゲトウミを動かすことですが、僕イラストは完全に初心者です。デフォルメなら初心者でも描けるはず、そう思って始めたんですが、実際はかなり苦戦しました。最初のラフはこちら。なんか惜しい感じですよね。ただ何が違うのかもわからないので、ここから試行錯誤の嵐が始まります。顔の輪郭、パーツの配置、各要素のバランス、とにかく差分を作りまくって検証を重ねました。特に目はいろんなスタイルを試しました。で、最終的に選んだのは下の二隅が丸みを帯びた四角形に線で描いたまつげ、全体を囲むライン、そして上下2層に分かれた瞳の境界に丸いハイライトを配置したスタイルです。後々のアニメーションの工程を考えればシンプルな方が楽なのですが、目としての表情のバリエーションが豊富だったり、日本のキャライラスト的なのが好きということもあって、シンプルすぎる形ではなくこのスタイルを選びました。きっとイラストが描ける人なら頭の中でここをこうすればと想像できる部分もあると思うのですが、僕にはその感覚はなかったので、実際に描いて検証するしかありませんでした。顔の方向性が定まったら次は体です。体も頭身、装飾、柄のデザインなど試行錯誤の連続でした。頭身はデフォルメなので比較的低めの想定ではいたのですが、頭身以外にも胴体を長めにするか足を長めにするかといった問題もあります。最終的には顔、胴、足が10対4対3の 1.7 頭身に落ち着けました。頭身が高めなのも気に入ってたのですが、手足が短い赤ちゃん身の魅力には勝てませんでした。一方、装飾のデザインはいかにうまく抽象化するかが鍵になります。リアルなディティールを幾何学図形に落とし込む作業。ディティールを増やしすぎるとコンセプトから外れるため、服の柄の一部など途中まで検討していた要素で削除したものもあります。こうしてついに形になりました。ちっちゃい僕なのでミニトウミと名付けました。
正面図が完成した後は今後の資料として斜め、横、後ろなどの様々な角度からの見た目も検証しました。そしてこのミニトーミがある程度出来上がった時、ふと思いました。めちゃくちゃ可愛いけど思ったよりもディティール高いなとか、ここからもっと抽象度高くしたスタイルだとどうなるんだろう。そんな好奇心を抑えきれず、さらに抽象的なスタイル、アブストラクトトーミ、略してアブミも作ることにしました。アブミは徹底的に要素を削ぎ落とし、最初は腕も足も描けませんでした。ただここまでシンプルにするとこれ誰みたいな状態になってしまうので、ミニトーミの要素を部分的に継承させてアブミを完成させました。今回はミニトーミもアブミもアウトラインの主張が強いスタイルになっていますが、制作中にラインをなくしたバージョンも生まれて、絵本のような優しい雰囲気で、これはこれでありでしたね。ということでミニトーミもアブミもとりあえずイラストの工程は完了です。この工程では未知の領域が多く、同じ事務所の同期のイラストレーター、ほまり、瀬戸くん、小鳥ちゃんに途中経過を見てもらってアドバイスをもらったりもしました。3人とも本当にありがとう。ここからは描いたイラストを動かせる状態にする準備の話です。人形に骨格や関節を入れるような作業だと思ってください。そして今回の制作で重要になるのがプロシージャルという考え方です。簡単に説明すると、一度仕組みを作ればあとは自動的に様々なバリエーションを生成できる設計のことです。例えばキャラクターにいろんな方向を向かせたり、様々なポーズを取らせたりする際、毎回デザインソフトに戻って、今度は体の向きは左斜め前で、目線は右を向いていて、腕はこの位置でと手作業で調整するのはもちろん柔軟性は高いですが、正直かなり面倒ですよね。プロシージャルな設計にすることで、基本の仕組みから自由に向きやポーズを変更できる汎用性の高いシステムを構築できます。では早速前のセクションで描いたイラストを見本に、動画ソフトの中で各パーツを再構築していきます。この過程で効率化のためのツールも自作していきました。デザインソフトで作ったデータを制御しやすい形に変換するツールだったり、四角形のそれぞれの角の丸みを自由に調整できるツールなど、必要に応じて開発しながら進めていきました。それではまず顔の仕組みから説明しますが、実はとってもシンプルな考え方なんです。今回採用したのは5点補完システム。正面、上、下、左、右の5つの基準点を設定して、その間を補完する手法です。補完って聞き慣れないかと思いますが、要は間を埋めるということ。例えば右を向けば左目は横に潰れて見えるはずです。正面の時の左目の大きさを100、右向きの時は50だとすると、ちょうど中間の斜めの時は75になります。実際には様々な補完カーブを使い分けていますが、こういった単純計算が基本原理です。さて、ここからが少し応用編です。いろんな方向を向かせる際、単純にパーツのアスペクト比を変えて潰す方法が一般的ですが、実はこの方法にはいろいろな制約があります。その中の一つを紹介すると、例えば僕のデザインした目、下の二隅が丸い長方形がベースになっています。これを先ほどの例のように右を向かせると、左目は横に潰れて見えるはずなのですが、何も考えずに潰すと線の太さが変わってしまったり、長方形の角の美しい円弧が楕円に歪んでしまうんです。実は先ほどの自作ツールはこういった細かい問題の解決策にもなっていて、角の円を保持しながら全体を変形させる、幾何学的な美しさを損なわない理想的な変形を実現しました。他にもいろいろ工夫があります。耳と顔の境界線、髪の束感を出すためのライン、髪の揺れ、これらすべて数学的な計算で成り立っていて、かなり自信作です。イラストを動かす
と聞くとライブ 2D を思い浮かべる人も多いと思います。ただ今回のアプローチはベクターなので、いくら拡大しても劣化しないという利点はもちろん、それ以上に重要なのが全てを数学的にコードで管理できるということなんです。パスファインダーによる図形の論理演算、各頂点の座標、変化の度合い、全てが数値で管理できる。顔の向きという変数一つで耳の見え方、髪の重なり、全てが自動計算される。このプログラマティックな仕組みがまさに僕のやりたかったことなんです。ちょっと話がそれましたが、全てをコントローラーで制御できるようになっていて、例えば目線も独立操作できるようにしてるので、顔は右を向いてるけど目線は左みたいなこともできちゃいます。さて、顔ができたら次は体でも同じようにパーツを作り直して、こんな感じで動かせるようにします。体も正面だけじゃなく斜めも向けるようにしています。向きが変わると装飾の位置やスケールが自動調整され、右向きの時は右腕が手前に、左向きの時は左腕が手前に来る奥行き表現も実装済みです。やっとこれで動かす準備ができました。なぜこのタイミングで映像構成の話をするのかというと、実はこの作品はキャラクターの仕組みを作り込んでから、このキャラで何が表現できるかを探る形で構成を組み立てました。最初に決まっていたのはたった2つだけ。ミニトウミ、アブミの2体がいるので、その変身の演出を入れること。各パーツは幾何学的な図形をベースとしているので、それを生かしたモーショングラフィックス演出を考えること。この2点だけで、あとは作りながら、これ面白そうと思った演出を試していきました。結果こんな構成になりましたね。まずアブミが登場するシーンからざっくり追っていきましょう。アブミが手を振るアニメーションから始まって、ここから変身シーンが始まります。注目してほしいのは、一気にスタイルチェンジするのではなく、足、腕、体、顔と段階的に変形していること。実はこの演出は完全に偶然から生まれました。アブミを作っている時、ミニトウミのパーツを一部だけくっつけてみたら、思いのほか面白いビジュアルになって、それでトランスフォーマーだったりプリキュアの変身シーンにも影響を受けつつ、こんな演出が思いつきました。そして冒頭で触れたチャンネルさんの作品ザコにもあった片手と片足を上げるようなポーズを取らせてみたり、ウィンクさせてみたり、走っている最中に何かを見つけてしまったようなシーン、恥ずかしがっているシーン、闇落ちしているシーン、ここの3連続シーンには僕なりの小さなストーリーを込めました。走っていたら運命的な誰かを見つけて、恥じらいながら告白をして、でも何かショッキングな出来事があって闇落ちしてしまうみたいな。皆さんにはどんなストーリーに見えましたか？そして最後のシーン、3体のミニトウミが上から落ちてきます。真ん中の1体の様子がおかしい。左右の2体は最初横目で見ているんですが、あれなんかやばくないってなって慌ててその場から逃げ出す。そして真ん中の1体は爆発。結構お気に入りのストーリーです。さて、ここでアニメーションの細かいディティールについて見ていきましょう。例えばさっきのシーンの調整前がこちら。違和感もあるし、なんか面白くないですよね。そして調整を加えた後がこちらです。何が変わったか分かりますか？動きに緩急をつけてメリハリを出し、髪や輪っかは遅れて揺れることでリアルな質感を与えて、残像でスピード感を強調。こういった細かいディティールの積み重ねでキャラクターに命が吹き込まれます。モーショングラフィックスについても順番に見ていきましょう。イントロはまずミニトウミの各パーツを 3D 化して空間にバラバラと散らしています。そして今回のキーカラー4色の円が円状に並びます。この形、実はミニトウミの頭の輪っかと全く同じ構造なんです。パスファインダーによる図形の論理演算で
重なった部分ごとに色を変えていて面白い見た目ですよね。ここの段階で後に登場するアブミの目の配色の伏線を張りつつ、ミニトーミの体を究極まで抽象化したビジュアルに変化していきます。使っている色は実際のミニトーミと同じで、ここの範囲は目、ここは胴体、ここはさらに外側のパーツというように範囲ごとテーマを設定しています。ちなみにこのビジュアルは等差数列を元にコードで組み立てていて、いわゆる初項と交差を定義するだけで自動生成されるんです。数学とプログラミングの力ですね。そして全体が横にギュイーンと伸びて2つの球体に分裂。眼球をイメージした立体的な影を加えながら回転してアブミの目。モーショングラフィックスからキャラクターへめちゃくちゃ自然につながってますよね。最後に触れたいのが危険ミニトーミが爆発するエンディングシーン。ここはイントロと同じアプローチで各パーツを 3D 化してバラバラに散らしています。さらに背景の円が小さくなるのに合わせて線ありのスタイルから線なしのスタイルへ移行します。なぜわざわざ線を消すのかというと、映像構成のセクションで少し触れたように、この映像にはループポイントがあって頭とお尻がきれいにつながるようになっています。その区間の冒頭は線なしのスタイルなので、エンディングもそれに合わせることで最後から最初へのつながりがより滑らかになるんです。ループのつなぎ目がわからなくなるくらい自然ですよね。さて、今回の動画はいかがでしたか？新しいチャレンジがたくさんできてめちゃくちゃ楽しい制作になりました。あ、そうそう、実はついこの間僕誕生日を迎えまして、それを記念してスマホ用壁紙とラバーキーホルダーも作ったので、気になる方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。こういった制作の裏話や作品解説の動画、好評だったらまた作っていきたいと思っているので、もし楽しんでもらえたらコメント、高評価、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それじゃあまたねー。